どうも小池です。どうもトエです。めっちゃネクタイなんですけど、ネクタイプリントやからねこれ。もう時間ないのよ。すいません。はい。はい、皆さんに今日お知らせがありますっていうかお願いがあります。お願いします。と今ですね、僕たち公式 LINE を運用してるんですけど、はい、TK ファミリーって言います。小林ちゃんクルーみんなが集まってワイワイガヤガヤ楽しむよっていう意味で TK ファミリーという意味なんですけども、はい、僕たちのですねプライベートショットとか、撮影の裏話みたいなことが毎週動画で配信されたりしますので、はい、ぜひ登録してほしいんですよね。お得な情報とか先行の情報とかも出てきたりするので、はい、ぜひ概要欄にありますので登録してください。明日なんかね、とんでもない情報流れるんですよね。明日重要な情報と動画が流れるのでぜひ登録してください。お願いします。ライアートゥルー、あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介中のどうも小池です。アンバサダーのトエです。皆さん見えていますか？3人目のメンバーが。やっぱりそういうことなん、ついになんかおるっていうことなん。そうなんですよ。この前心霊ロケ行ったじゃないですか。もう連れてきました。もうマジかよ。そうなんですよ。ノーギャラでいいって言うんで3人目のメンバーをちょっとやっとうと思って。あ、そう。やっぱ俺がボケると突っ込んでくれへんな。あ、そう、無理やね。見えへんのかなと思って。俺だけがここからまたスピリットボックスが出てくるかな。ではね、今回はですね、はい、幽霊さんはねちょっとノーギャラで出ていただいてるんですけど、はい、めっちゃギャランティーかかってます。ギャランティーかかってんの？なんでかって言ったら200万登録以上の YouTuber さんが今日来てるからです。どれ呼ぶのにもね、もうめちゃくちゃお金もかかったし時間もかかったし、ほんま200万ってほぼおらんねん。スタッフ2人消えてるから。もう2人消えた。もう楽器ごめん、ほんま、もう楽器消えたからこれで。あ、そう。それぐらいちょっとやばい人、ちょっとちょっと読んでいいですか？さっきふみやくんです。よろしくお願いします。どうもー。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。実はですね、僕の秘書もふみやくんっていう名前なんで、ふみやくんって言ったらね、そう思ったでしょ。そう思った。じゃあさ、このすごい子なんですよ。なんとチャンネル登録者数現時点で229万人います。すごっ。で、多分見てる方の中には、まあ一部知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、知らないって思ったでしょ。200万登録って相当有名だよって、もうコムドットレベルですからね。でもね、ふみやくん、フィリピンで一番有名な日本人なんです。フィリピン？はい。フィリピンってどこや？それは自分で調べて。それを調べてくださいよ。あ、すいません。でちょっと軽く自己紹介お願いします。どうも、僕純日本人なんですけど、フィリピンで YouTube だったりとか、あと芸能のお仕事をさせていただいてます。ふみやと申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すごい。普段はどんなチャンネルを上げてるんですか？普段は結構フィリピンの方にも向けて撮ってるんですけど、なんかフィリピン料理をこう食べてみるとか、あとはなんかちょっとグロテスクなフィリピンのなんか食べ物をこう友達に食べさせるとか。動画見たんですけどエグかったんよ。みんな卵食べるでしょ。卵ってみんなパカって割ったら黄身とね出てくるやんか。そうですね。それ卵かけご飯してて美味しいねみたいな。開けたらひよこ出てきたら怖くない？何それ。ひよこにちょっとなる前かなあれ。そうなんですよ。のやつを食べるんですよ向こうの方。半分ひよこ半分黄身みたいな感じの。向こうのなんかソウルフードです。だからまあ失礼なんだけど、日本で言うとちょっとグロいやんか、食べ物としては。それを食べたりするレポートやってバズって向こうのテレビ局とかに取り上げられるようになって、もうスターなんですよ。だからフィリピンのすごっ。東役も今から行ってそのひよこ食べたらバズれるかもしれない向こうで。確かに。もう向こうのチキンラーメンや言うてそのひよこを浮かべてね。いやほんまに考えがサイコパスだよ。めちゃめちゃ怖い。チキンラーメンのひよこもビビってるのほんまに。でそんなふみやくんにせっかく来てもらったんで、やっぱ外国ってこのご時世なかなかみんな旅行行きづらいやんか。行きづらい。でやっぱり旅行行くんだったらどこ行きたいということでみんなやっぱハワイとかさ、近めたら韓国とかさ、人気スポットあると思うんだけど、あえてフィリピンに行こうっていう人って今意外とあんま少ない。セブ島とかはね観光スポットとして有名なんですよ。僕も行ったことあるんですけど、そうただなんかフィリピンのことあんま知らないやん。どっちかって言ったら通り部でも出てきたよね。マイキーがマニラに行っててちょっと怖い感じになった。そうなんかちょっと危ない地域というかね。なんかテロがあったりとかって怖いイメージしかないんやけど、きっとなんかそういう体験もされてるんじゃないかなと思って、ちょっとここでしかお話できないことをちょっとお聞きしたいなと思っておりまして、お話をお願いします。お願いします。でもなんか実際フィリピン行かれたこと本当にないですか？いやないっすね。僕小学校の時野球チームフィリピンバラナーズでした。なんでそうなんそれ詳しく聞かせて。チーム名が何でも決めていいよみたいな時のチームやったんですよ。だからフィリピンバナナーズで行こうやみたいな、ほんま小学生のノリなんですけど、フィリピンって言ったらバナナのイメージしかないっていうんで。なるほどなるほど。フィリピン産のバナナ有名やからね。そうバナナ有名なんですけど、はい、ほんとそれしかフィリピンの思い出ないです。マジですか？なんかフィリピンって貧富の差みたいなのもやっぱ結構激しい国で、なのでやっぱり栄えてるところは本当なんか日本でいう銀座みたいなところがあったりするんですけど、意外と都会もちゃんと
めちゃくちゃ都会なところがあったりするんですけど、でもちょっと道を外れると一気に多分日本人が想像するようなスラムみたいな場所があったりとかして、怖いな。で本当にやっぱりそういうところを歩く時とかは結構気をつけないといけなくて、日本人とか今日狙われるんですか？結構それは言われますね。よく狙われるから気をつけろみたいな感じで、だから自分自身も本当に初め行く時めちゃくちゃ怖くて、T シャツとかもあえてなんかボロッボロのものを着てたんですよ。お金持ってないよみたいな。そうなんですよ。なんか結構日本人とかってこうおしゃれしてこうフィリピンイエーイみたいなそうブランドバッグ持ってたりするもんね。そうなんですよ。もうそれもまさにこう取ってくれみたいな、私金持ちですってみたいな感じなので狙われやすいよみたいに言われてたので、自分もあえてもうボロッボロにしてその道をこうやって歩いてたんですよ。で自分も最初本当にフィリピンのこと何も知らなかったので、そういうローカルなエリアのイメージしかなかったので、ボロボロの服着てこうやって行ってたんですけど、都会のところに行くと一気に大都会なので、最初そこの部分を知らなくて、自分そのボロボロの服でそのままちょっと道を抜けて都会のところに行ったら、逆に本当に日本から来たホームレスみたいな感じになって、なるほどね。ボロボロのとこから都会に出るからね。そうなんですよ。だからそこに行った時にはすごいすいません、この話はなしです。すいません、ちょっと待ってください。言っていいですか？これめちゃくちゃ緊張してます僕。なんか緊張してるよね。緊張してる。この前僕こんなんでしたっけ？違うもっと軽快で話してもっといけてたよ。軽快に話してましたよね。いつものふみやくんでいいよ。いつものふみやくんですよね。なんで今日こんな怖い目で見るんですか？いや普通に興味があるんだよ。今日が怖いですよ。お二人が怖いですよ。めちゃくちゃ。ちょっと待ってください。フィリピンの話ですよね。じゃあちょっとフィリピンの話っていうか自分が体験した不思議な話でもいいですか？もちろん。はい、すいません。僕そもそもさっきちょっと紹介していただいたんですけど、なんでこういう風にフォロワーがいっぱいいるのって多分思ってる方いっぱいいると思うんですけど、自分の1個のきっかけがリアリティショーに出たっていうのが、リアリティショー、それがまあ日本でいうテラスハウスみたいな番組がなるほどね、フィリピンであったんですよ。ピノイビッグブラザーっていう番組なんですよ、フィリピンでいう。でその番組に出たのがきっかけで自分はこうバズったんですけど、でなんかまあそのオーディションを自分は受けに行ったんですよ。初め動画のネタのために。すごっ。でそれがまあ世界でも10万人ぐらいが受けるオーディションで、めちゃくちゃ大きなオーディションだったんです。世界中にあるオーディション？あ、そうです。カナダとかアメリカとかでもオーディション行われてて、で自分はその当時 YouTube をやってたので、YouTube のネタのために受けに行ったんですよ。でその番組のルールとかも知らずに受けに行って受けまして、それで全然言葉が理解できなかったので、まあとりあえずその場をやり過ごしてオーディション終わって日本にまた帰ってきたんですよ。そしたらその半年後ぐらいに急にフィリピンのその番組の人から連絡が来て、で自分その当時日本にいたので、そしたらなんか「フミヤオーディション決まったよ」って。すごっ。でも突然だったんですよ。でこれじゃあ俺どうすんのって言ったら、3日後フィリピンに来てくれって言われて、マジかってなって。でもその当時自分は一人暮らししてて、日本で部屋とかも借りてたので、さすがに3日じゃちょっとそういうね手続きとかもあるじゃないですか。だからちょっと3日じゃ無理だわって言って、そしたらじゃあ分かった、1週間に延ばすって言って、1週間後に来いって言われて、でも1週間から先はもう延ばせないって言われたんですよ。だからもう絶対にお前この1週間で準備しろと、飛行機も取るからって言われて、で飛行機取ってくれたんですよ。でこれやばいと思って、なんかわかんないけどこれ行かないとなんかやばい気がするって思って、もうそこで親とかに電話して、だからちょっとフィリピン行かないといけなくなったって言って、でそこからもう家ももうちょっと準備して、でじゃあ行こうって言って行ったんですよ、その一人で。一人で？はい。怖っ。でそれがちょうど2019年の1月1日だったんですよ。結構最近。めっちゃ最近です。お正月に空港にこう着いたんですけど、お正月の空港って誰もいなかったんですよ。なるほど。そうなんですよ。朝着いて、うわなんなんこれって思ってこうやって歩いてたんですよ。そしたら空港の先に黒いバンが止まってて、番組のスタッフが「ウェルカムフミヤ」みたいな感じで手を振ってるわけですよ。その時点でほんまにテレビ局なんて思うよね。そうなんです。なるほど。だって俺も水曜日のダウンタウン好きで、よくクロちゃん拉致られてるんで、その雰囲気しかないもん。なんかやばい組織に連れてなんか身代金とかね言われる可能性、臓器売られるとか本当にそう思うやん。だってありますよね。でだからこっちなんか見てないのもそうなのね、分からへんもんな。だから向こうは知ってるけどこっちは知らないので、そうね。でももう信じるしかないので、じゃあはいみたいな感じで、じゃあ車に乗れって言われたんで車に乗ったんですよ。黒いバンにバーンって閉められたら、急に「はいオッケーオッケー」って言ってこう時計とか携帯とかパソコンとか全部取り上げられて、でアイマスクとヘッドホンをこうつけられたんですよ。もう2択や。もうクロちゃんかほんまに臓器売られる。そうで自分はその時その2択のうちの臓器だと思ったんですよ。臓器の方ね。そうっすよね。臓器の方だと思って、うわこれはちょっとやらかしたなって
ってめっちゃ思って、そのまま車でこうどっか運ばれるわけですよ。でもめちゃくちゃ怖くて、そのままどっかに入れられて、ドアがバーンって閉まった音が鳴ったので、なんだろうと思ってヘッドホンとかアイマスクを外すと、めっちゃ狭いホテルの一室にいて、で窓がない部屋で時計とかテレビもなかったんですよ。もう普通のホテルじゃないんですね。もう違うんですよ。だからもう隔離なんですよね。でそこの中に入って時計がないし、こう日の光を見ないと何時かもやっぱ分かんなくなってくるんですよ。そのままよく分かんないので、ずっとこうとりあえずこう座ってるんですけど、何も起きなくて、で突然こう待ってたらトントントンってなって、ドアがバーンって開いたら、なんでか分かんないですけど、ゴリッゴリの男がお弁当をこう渡してくるんですよ、自分に。怖っ。で食べて、何起きたいんだろうってめちゃめちゃ思って。そうっすよね。でもよく分かんないんですよ。でまた時間になるとトントンってゴリゴリの男がこう出るんですよ。あ、もう次はこいつに聞こうと思って、閉められる前にガンってドアを押さえて「What's happening?」言ったんですよ。そしたらシュードンって閉めめっちゃ怖いじゃんと思って。じゃあほぼ監禁。そうですそうです。怖っみたいな感じになって、しかもなんかもう一回こう寝ると昼寝か夜寝か分かんなくなるので、時間分かんないもんね。時間分かんないですよ。しかもなんかそのお弁当もなんか朝っぽいお弁当とかじゃないですよ。なんかずっとカレーみたいなのが絶対なんか日本だったらあるじゃないですか、なんか朝はちょっと鮭みたいな、そうですね、じゃない、もうずっとカレーみたいの出るからこれもう3食、これ朝か昼か分からんみたいな。なるほど。でもそこでも判断がつかないんですけど、まあみたいな感じでずっとこう意味わかんねえなと思いながら生活してて、で結果的に分かったんですけど、自分はその時に5日間その部屋の中で生活してたんですよ。やば、結構長いっすね。地獄やな。もう5日間いるとやっぱ人間ってこう頭マジでいかれてきちゃって、なんか天井のシミの数こう数えたりとか、ひげ剃りはあったので体の毛を全部剃ってみるとか、もうそういう意味わかんない行動をしてたんですけど、でなって、あ、もう俺やべえわ、極限的にいっちゃってるなってもう自分でも感じるぐらいになってきて、っていう時に急にドアがブワーンって開いて、スタッフがブワーって入ってきて、3、4人ぐらいめっちゃ分厚い資料みたいなのをボンって出されて、全部英語で、ここにサインしろって言われたんですよ。英語はちなみに喋れなかったんですよ。じゃあ何書いてあるか分かんないじゃん。そうなんですよ。だから何書いてあるか全く分かんなくて、全然読めないってなったんで、臓器を売ることに同意しますそう本当にそういうふうに思ったんですよ。で、ちょっと I'm sorry, I cannot understand みたいなこと言って、そしたらなんかはぁみたいな感じで出てったんですよ、どっかに。何これと思って、怖この人たちって思ったら、30分後ぐらいにまた戻ってきて、そしたらなんか次ちょっと一番怖いタイプの通訳の人、フィリピン人なんだけど日本語ちょっと喋れるみたいな、ふみやお疲れみたいな感じのなんかすげえ怖いタイプの通訳の人が現れたんですよ。お疲れっていつかが思うからな。それも疲れるよ。その人に、とりあえずちょっと僕意味が分かんないです、飛行機でこう空港着いてからもう何が起きてるか分かんないんで教えてくださいみたいな。そしたらなんか、それは言えないみたいなこと言っててお前何なんだよ、何しに来たんやと、何しに来たんだよと思って、今もう分かったから、とりあえずこの契約書をこれ訳してって言ったら、そしたらめちゃめちゃその読んで、これからフミヤはある番組のこう一軒家に生活する、でその中のルールはすごく過酷で、精神的に今後障害を負うレベルにトラウマに残るようなことが起こる。もうすでにちょっとトラウマですよね。そうなんですよ。でその番組のもうルールが、一軒家の中にこうカメラが360度ついてて、トイレにもシャワーにもカメラがついてるんですよ。ヤガミ家やん。デスノートのね。テラスハウスよね、まさに。そうなんですよ。オーディオも24時間録音されていて、トイレとかシャワーにも鍵がないんですよ。これは本当に結構ルールがきついので、その部屋の中でこう自殺をしてしまう人がいるぐらい精神的にいかれちゃうっていう。番組のルールとして外部との情報を遮断するっていうルールがあって、時計もないし携帯もパソコンもテレビもないっていう、そういうきついルールだよっていうのを通訳から聞かされたんですよ。だからこの後トラウマになるかもしれないけど、OK だったらサインしてって言われて、で OK なわけがない。自分も思って、いやこれ嫌だって言って、もうサインしたくないって言ったんですよ。そしたらなんか、いやもうなんかダメだってみたいな。契約書とは RPG で家選んでまた選択肢ではい選ぶまで進むみたいな、ずっとループするみたいな感じになって、いやもうじゃあ分かったみたいな。でも怖かったんで、もうとりあえずもうこう全部サインしたんですよ。で全部サインした瞬間、急にそのおばちゃんのスタッフたちがなんか急になんかイエーイみたいな、急にこうなんかハグしてきて、なんか「いや We are family」みたいな感じで
て何そのなんか保険の契約書でありがとうみたいな勧誘のおばちゃん感じね。怖っ。で自分そこでもうなんかのファミリーになったことだけは感じたんですよもういいやみたいな、もうなんかのファミリーでもういいって思って「オッケー」っつって言ったら番組のスタッフバー出てって、それすぐまた違う人が入ってきて、次何と思ったらメイクアップアーティストとスタイリストが入ってきて、急にこうメイクアップをブワーってされたんですよ。そしたらまたアイマスクとヘッドホンをつけられたんですよ。その後なぜかこう車椅子に乗せられてものすごいスピードでシャーって運ばれたんですよ。で自分これやっぱ臓器だったわってその時思ったんですけど、完全に俺これ手術室行くんかなみたいな、終わったわって思いながらシャーって言ってたら、急にこうやってガッて持たれて立たされて、肩を叩いたらアイマスクを外せって耳元でめっちゃ小声で言われて、でこう肩を叩かれてアイマスクをこうやって外したら、目の前にめっちゃバカでかいモニターがあって、それが急にブワーって開いたんですよ。そしたらめちゃくちゃ大勢の大観衆のフィリピン人がうわーみたいなことをなんか意味が分かんない、意味が分かんなくて、そしたらなんか奥になんか現地のなんか大物司会者みたいな、現地のアーティストみたいな人がいて「フミヤフロムジャパン!」みたいなライジンの紹介みたいな感じで、なぜかこう「フロムジャパン」でめっちゃ紹介されて、で自分はもうよく分かんないですけど、とりあえずなんか「いやー」みたいな「日本から来ました」みたいな「イエーイ」手振って、そしたらもう大観衆「うわー」みたいな言ってて「意気込みどうぞ!」みたいなこうマイク急に渡されてとりあえず「I will do my best!」みたいなその知ってる言葉だけこう言って、そしたら大観衆が「うおー!」みたいな感じで結構盛り上がって、これマジで意味わかんないんだと思って、でそしたらなんか「オッケーオッケー」みたいな感じになって、そのまままたどっかに連れてかれたんですよ。いや今の時間何みたいな、何が OK なので何が OK なのかわかんないなと思って、車にまた乗せられてアイマスクとヘッドホンつけられてどっか運ばれるんですよ。でももういいよってなったんですよ自分もそうね、もういいそれってなってるんですよ。頭おかしなのか、そう頭おかしくなってて、でそしたら肩を叩いたらもう一回アイマスク外せって言われて、でこれでトントンって叩かれたんで、こうアイマスクをこうやって外して部屋の中にこうやって入ったんですよ。そうしたらそれが番組の一軒家の中で、でそれが番組のスタートで、その後自分はもう4ヶ月間その家の中にずっと監禁され続ける。4ヶ月もモニタリングされるの？そうなんですよ。だから本当に自分たちは例えばこういう風に話している言葉を外の世界の人っていうか視聴者の人は24時間こう見れる状態っていう感じの番組で、それがまあこうサバイバルゲームでこう人をこうどんどん削っていって誰が勝者になるんだみたいな感じの番組だったんですけど、そんなもうカイジの世界でそんな、いやほんまにデスゲームよね。デスゲームや。その家の中でも本当にその契約書に書いてあった通り、すごい本当に精神的にこう削るような、みんなでこう一緒に生活してるんですけど、その一緒に生活してる人たちを目の前にこう並べて、一番嫌いなやつの目の前で、その人を嫌いな理由をこうやって面と向かって言わないといけないとか。でも実際に自分の住んでるハウスメイトとか同居人とかももう途中はやっぱもう4ヶ月とかいると外のこと何も分かんない、時間とかもずっと分かんないまま生活するので、どんどん行かれちゃってきてこう焦点が合わなくなっちゃうとか、急にこう喋ってるとこでもう全然違うとこで大笑いし始めるとか、でも分かんないねっていうような、まあ、番組に出たっていうのが僕の不思議な体験だったかなっていう。いやもう不思議すぎるよね。ちゃんと事前に言われないのかな、そういうのってね。まあ日本には昔さ電波少年とかあって、それこそサル岩石っていうグループがヒッチハイクの旅って言って、無理やりもう本当に目隠しとかされて外国連れてかれて、こっからどこまでヒッチハイクだけで行ってって言って、もう言ったらノーマネーで行くのがめっちゃ人気になって、で日本に帰ってきたらもうめちゃくちゃブームになるっていう。だから同じだなと思って。でもそれってね本当にもう30年ぐらい前とかの文化なんですよ。そうですよね。そう日本で今そうだったらめっちゃ問題になる。確かに問題。3年前でしょたかが。そうですね。それやってるってすごいなと思って。いやでも本当に今その話聞いて、まさに部屋の中に4ヶ月住んでたんですけど、その後こう部屋の外に出たんですよ。自分の最後の部屋の外の記憶って空港で着いたこのお正月のが最後の記憶だった。ああなるほどね。誰もおらんね。そうなんですよ。でそういう数ヶ月後こう外の世界に出たら、フィリピン人全員が自分のことを知ってるみたいな感覚になって、そんな人気の番組なんです。そうなんですよ。もう15年ぐらい続くような番組で、毎日放送で1日2エピソード放送なんですよ。なので毎日フィリピンの人はもうめちゃくちゃ見てるみたいな番組で、なので自分の癖だったりとかどういうことに泣くとか嫌いな食べ物とかそういうのまで全部知っていて、でそれこそ番組の後は車とかに乗ると、もう周りに40人ものフィリピンの方がファンの方がそこでバーってこう叩いて、でみんなこうやって携帯でこう中をこうやって照らしてこう見に行くみたいな。で自分とかはもうずっとその車の中でこうやってで1時間動けないことがあっ
ったりとか、なんかイベントやる時とかはこう大体イベントにこうでっかいバンで行くんですけど、車で行くんですけど、帰りは3台ぐらいで帰ってくるんですけど、なんでかっていうとプレゼントを2台すごいで帰ってくるみたいな。ジャニーズやすごいっすね。急にもう本当にそう、多分電波少年的な感じで、もうなんか何が起きてるのか全く分かんないまま、なんか気づいたら知名度がバーッと上がってて。なるほどね。だから本当にまさに YouTube とかもその入居する前は28万人とかだったんですよ。はいはいはい。でもその後3ヶ月で外の世界に出た時には125万人になって、すごい。だから自分は YouTube のチャンネル増加率みたいなのがなんか出てたんですけど、それで日本で米津玄師さんの次になっててすごい。だから2019年の上半期のこうチャンネル登録増加率っていうのが、自分はチャンネルその3ヶ月間一切更新してないんですよ。一切更新してない日本人のチャンネルなのに、なぜかフィリピンで100万人増えるっていう、なるほど、すごい数字が、なんか意味わかんない数字が出てて。トイ君もちょっと一回4ヶ月行ってきてもらっていいですか。いやいや、小池さん、この人が100万人増えて、これ絶対精神おかしになるのよ。だって NASA とかでも同様の実験とかやってて、2週間とか1ヶ月とかで監視されだけで人ってめちゃくちゃストレスをおかしくなるらしくて、NASA とかはその途中で危険してもいいよみたいな感じのルールなんですよ。でもなんか危険できないみたいな、できないですね、空気じゃないですか。無理無理無理よ無理よ、これ聞いたら100万人増えるらしいがちょっと。いやいや、100万人増えたかって命を失うかもしれないね。いや、命は失われないんですよ。いや、精神がね。精神がね。もう精神おかしいやもん。おかしくないんよ。なんでなんで。まともなのよ。あ、そうなの。強靭なメンタルしてるから。でも次は一緒にじゃあ入りましょう。一緒にもう一回行くもう一回行くもすごいけどね。一緒だったら僕はもう強いので。なるほどね。不思議な体験っていうよりも最初は怖いよね。そうです。どう考えてもね。外国で言葉通じんかって余計じゃないの。もうめちゃくちゃ本当初めは怖かったし、それこそ親とかは国際的な行方不明届みたいな、もはやそれの手続きもしようとしてたぐらいで、自分そのルール知らなかったんで、フィリピンでシェアハウスしてくるって言っただけ言っちゃったんですよ。でも番組は言ってくれへんの、せめて親とかには。そうなんですよ。なんかこれ言っちゃダメよみたいな感じだったんですよ。国際問題。そう、国際問題にちょっとなりそうだったっていう。やば。本当にそれに出て4ヶ月でもう人生がもう全部変わったっていう。いやでもある日スターになったってことでしょ。すごいな。すごいよね。だって229万人やからね。それこそ猿岩石で森崎さんの話聞いた時もすげえなと思いましたけど、そんなまだ現代にあるんやっていう。確かに。すごい。めっちゃ面白い話が聞けました。なんか怖いというか不思議な体験でしたね。そうですね。みんなでももともとなんでオーディションに受かったんですか。何が良かったんですかね。10万人ぐらい受けてたんですけど、純日本人で受けてたの自分しかいなかったんですよ。そもそも日本人知らないじゃないですか。いや俺も知らんもん。だから受ける日本人がまずいなかったっていうのが珍しかった。もう珍しくて、その時点でもう OK お前みたいな感じではあったんですよね。なるほど。ちょっと本当にインフルエンサーになれた人にチャンスちゃうから、オーディション受けた方がいい。実はこれめっちゃタイムリーなんですけど、最近自分が出てた PBB っていう番組が PBB シーズン8だったんですけど、シーズン10が今年今スタートしたんですよ、最近。なので多分日本人もしかしたら受けてる人もいるかもしれない。なるほどね。じゃあシーズン11でシーズン11で次応募してください。そんな感じです。ありがとうございました。で、僕たちふみやくんのですねチャンネルでもですね、ジャパニーズ文化、アニメ文化をもっとたくさん発信してほしいとお願いしましたら、快くね僕のフィギュア部屋を取材していただけることになりますので、ぜひふみやくんのチャンネルを見に行ってあげてくださいませ。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いですよ。海外の YouTube チャンネル見ることみんな少ないでしょ。ぜひふみやくんのチャンネル見てみるとね勉強になりますよ。すごいです。ぜひぜひお願いします。概要欄貼ってください。ぜひお願いします。ありがとうございます。はい、それでは本日の鳥肌スコアは229万。だってもう終わった125万人からそこからまたね2倍ぐらい増えてる。えぐいっすよねそれも。本日の鳥肌ポイントは、フィリピンでバナナ美味しかったですか？僕バナナ嫌いなんですよ。嫌いまあ俺もバナナ嫌いなんですよ。フィリピンバナナーズなのに。フィリピンバナナだけどバナナ嫌い。よかった。バイ。映画関係者から撮影から公開直後の間になんと9人もの人が亡くなっていると。やば。この映画の怖さは観客にも影響を及ぼしておりまして、当時観客が鑑賞中に失神したり嘔吐したりする人が続出。事故に遭った場所が温面 66.6 っていうところ、つまり温面まで 66.6 キロの標識がある場所で、事故をした日はなんと1976年の8月13日の金曜日。なるほど。長男役のオリバー・ロビンスがピエロに首を絞められるシーンでは、小道具のピエロが誤動作を起こしてしまって本当に首を絞め付けてしまった。
すごい空間のねじれがある場所って言われていて、それが何かっていうと押し入れなんですよね。どこの家にもあったりするよ。はい。導入を起こすために何が必要かというと、必要なものは3つあるって言われてて、1つは普段使っているものと同じ形状のガラスコップが2つ、で続いてが自分の名前を書いた紙、そして体育座りをしてすっぽり収まるような大きさの段ボール箱、実家からの仕送りとかの段ボール箱がちょうどいいと思いますね。なんで実家限定なんですか？でもちょっと待って、これ今言った条件って別に簡単にそのものばっかりやな。いや、そうなんですよ。これもでその後どうするかというと、コップの1つの7分目程度まで水を入れたら押し入れに入り、外部からの光を遮断しますと。でその中から段ボール箱を頭からかぶります。頭なんだ。はい、これスネークと一緒ですね。スネークばりの頭からかぶって、そして水を入れた方のコップに自分の名前を書いた紙を沈めてください。で目をつむり、年齢の2乗の数、だから10歳の方やったら100まで数えてください。数え終わったら目を開け、紙を沈めたコップの水をもう一つのコップにこうやってトポ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 って移してください。そしたら押し入れの外は異世界です。